こんにちは。今日は春らしい色の糸を使って少し大きめのワンハンドルのバッグを作っていきます。今回使う糸はダイソーさんのメランジテイスト。これは22年のもので今年は売っていないんですが、これとよく似たものが同じくダイソーさんのメランジトリコで、これが質感や太さもよく似ています。いろいろな色が出ているので、これで代用できると思います。これに限らずお好きな糸で編んでみてください。で、このメランジトリコの方が少しだけ糸が太いので、こっちで作ったものと同じ数で編んだ場合、メランジトリコの方が少しだけ大きなものが出来上がります。多少なので大丈夫だと思います。で、このメランジテイストは色がピンク、50g で約90メートル。使用かぎ針の目安は7号から8号。今回はこれを2本一緒にしてこんな感じにして編んでいきます。で、だいたい4ミリぐらいに見えると思います。針は10号を使います。6ミリです。あとはマーカーととじ針を使います。追加になりますが、この茶色い糸も使って編んでいこうと思います。本体をピンクで編んで、ハンドルの部分だけこの茶色を使って編んでいこうと思います。で、お家にあるお好きな糸でお好きな色で編んでみてください。で、なくても単色でも可愛く出来上がります。で、これはだいぶ前のダイソーさんでコットンライク。とても細い糸なので、これを3本にして編んでいきたいと思います。で、こんな感じで編んでいきます。まず底を作ります。で、丸い形にしたいので最初の輪を作ります。まず2本の指、上から2回糸を絡めます。で、この3本になっているところ、ここを上から軽くつまんで引き抜きます。これが最初の輪になります。で、持ち方はで、この輪の中に針を入れます。糸を引っ掛けて引き抜きます。で、ちょっと引き締めます。で、これで輪ができました。ここから鎖を2つ、1、2、輪の中に長編みを12個、この輪の中に針を入れて長編みを編んでいきます。長編みなので絡めて、まず1つ目にマーカーをつけておきます。鎖ではなくて長編みの上。今回この鎖は数に数えないで長編みで12個。今1つ、2つ、3つ、4つ、5つで、このまま12個入れていきます。途中でこの輪が広がって抜けそうになったら、これを
ちょっと引き締めながらほどけないように編んでいきます。で、これで12個編んでいきます。12個編んできました。一旦針を外します。この最初の糸を引き締めます。向きを変えてこの糸を引き締めます。で、今この糸端が間に挟まっているので溶けて、この2本を見ていきます。糸端を少しだけ引っ張ってこの短くなった方のこの根元、この糸の根元よりを引っ張ります。この糸端より引っ張るとここが小さくなります。で、ある程度引き締まったらこの糸端を引っ張ります。で、この輪を二重にした方が丈夫になるので少し面倒なんですが二重で作っていきました。で、次はマーカーをつけたところ一つ目の長編みに引き抜きます。鎖ではなくて長編みの上、これで1周目が終わりました。次は2周目、また鎖2つで根元に長編みを2つ、ここにまず1つ目、またマーカーをつけておきます。同じところに2つ目、次も1つに2つ、次も1つに2つ、で次も1つに2つ、これで1周します。2周目を編んできました。この鎖の根元には編まないのでこれが最後の長編みになります。最初の長編みに引き抜きます。これで2周目が出来上がりました。次は3周目、また鎖を2つ、根元に長編みを2つ、同じところにもう一つ長編み、3周目も1つに長編みを2つずつ編んでいきます。隣にも長編みを2つ、で次も2つ、これで1周します。3周目を編んできました。また鎖の根元には編まないで、これが最後の長編みになります。最初の長編みに引き抜きます。
れで3周目が終わりました。次は4周目。また鎖を2つ、根元に長編みを1つ、次も1つに1つ、次も1つに1つ、で次も1つに1つ、1つに1つを4回編んだら、次は1つに2つ、同じところにもう1つ、4周目はこの1つを4回、5つ目に2つと編んでいきます。111112、1、1、1、これで1が4回、次は2つ、同じところにで、こんな感じで1周します。最後ぴったり合わないと思うんですが、それで大丈夫です。で、ぐるっと編んでいきます。4周目を編んできました。最初の長編みに引き抜きます。次は5周目。鎖を2つ、根元に長編み、さっきは長編みを4つ、1つに1つを4つ、次は1つに1つを5つ、1、2、3、4、5で、その後2つと編んでいきます。まず1つ目、次は2つ目、3つ、4つ、5つ、1、2、3、4、5で、次は2つ。で、同じところで、次も1を5つで、次に2つと編んでいきます。5周目を編んできました。最初の長編みに引き抜きます。次は6周目。また鎖を2つで、根元に長編みを1つ、でマーカーをつけます。5周目では1つに1つの長編みを5回編んできたんですが、今度は1つに1つを6回編んでいきたいと思います。で、1つに1つを6回編んでいくんですが、最初に2つを編んでから1つに1つを6回編んでいこうと思います。この初めのところに2つを入れると、ここが
ふっくら盛り上がるので円に近い形になります。で、ここはずっとちょっとフラットだったので、ここで2つを編んでいこうと思います。で、1つ編んでいるので同じところにもう1つ。これで2つ。次からは1つに1つを6回。1、2、3、4、5、6、これで2つ。1つ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 。次は2つ。同じところにもう1つ。こんな感じで編んでいきたいと思います。次また1つを6回でぐるっと編んでいきます。6周編んできました。長さは約25センチ。これぐらいで終わりにしても大丈夫です。私はもう1周編んでいこうと思います。で、今までと同じように引き抜いて、次は7周目。さっきは一つに一つを1、2、3、4、5、6、6回編んできましたが、7周目は一つに一つを7回。7回編んだら2つを1回。で、また1つを7回。で、2つ。というように編んでいきます。で、さっきは始まりに2つを編んでいたんですが、今度は1つから始めます。まず鎖を2つ、根元に長編みを1つ。で、これが1つ目。次は2つ目。3つ目。で、このまま4、5、6、7。次は2つ。で、また1、2、3、4、5、6、7。で、2つ。と編んでいきます。7周編んできました。長さは約28センチ。これぐらいで底終わりにして側面を編んでいきます。今までと同じように引き抜いて鎖を2つ、根元に長編み、で、次も長編みを1つ、次も長編みを1つ。このまま全部一つに一つの長編みをしていきます。で、スタート地点まで戻っていきます。側面の1周目を編んできました。また最初の長編みに引き抜いたら鎖2つで立ち上がって一つに一つの長編みで1周します。で、また引き抜いて鎖2つ。これを繰り返してしばらく編んでいきます。糸が短くなったら新しい糸を足していきます。糸を足すタイミングは長編みの途
途中までの長編みを編みます。3本のうち2本から引き抜いて、次の2本を新しい糸で引き抜きます。これを一緒にして引き抜きます。これで糸が変わりました。次から今までと同じように長編みをしていきます。で、この時2本ある糸端の1本を編みくるんでいきます。このまま編みくるんでいって、ある程度編みくるめたら糸端を切っても大丈夫です。で、こっちは次を編む時に編みくるんでいきます。で、またぐるぐると編んでいきます。側面を6周編んできました。長さは約11センチ。次は模様編みをしていきます。模様編みを始める位置にマーカーをつけていきます。まず1つ目は糸の出ているところで、マーカーをつけたら反対側、マーカーをつけたら数を数えてだいたい半分であることを確認します。私の場合は40と41、ぴったり合わなかったんですが、だいたいでマーカーをつけます。で、ここがバッグの脇になります。こっちも脇で、ここが正面、こっちも正面か裏で、ここの中央にもマーカーをつけます。今度はこの向きに折って、で真ん中を決めます。だいたい真ん中にマーカーをつけたらまた数を数えます。で、だいたい合っていたら今度は模様編みを始める位置にマーカーをつけます。で、真ん中につけたマーカーからマーカーの次から数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、16目目にマーカー、反対側も同じようにマーカーの次から数えます。16目目にマーカー、反対側も同じマーカーの次から数えて16、こっちもマーカーの次から数えて16で、模様編みをしていきます。糸が出ているところから続けて編んでいきます。今までと同じように鎖2つ、根元に長編み、さっきつけたマーカーはこのままつけておきます。次も長編み、とりあえずこのマーカーの手前まで編んでいきます。マーカーの手前まで編んできました。次はマーカーを含めて長編みを9つ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、マーカーをつけたところを含めて数えていきます。まず1つ目、2つ目、
マーカーのついているところを含めて長編みを9つ編んできました。次は四角いスペースを作ります。まず鎖を2つ、足元は2つ飛ばして3つ目に長編み、これで四角いスペースができました。隣にもう一つ作ります。鎖を2つ、足元2つ飛ばして3つ目に長編み、これで四角が2つ。次は長編みを5つ。まず1つ目を編んだので、次は2つ目、3つ目はマーカーのところ、これが3つ目、4つ目、5つ目、これで長編みが5つ。次またここと同じように四角を2つ作ります。鎖2つ、足元2つ飛ばして3つ目、でもう一つ四角、で次は長編みを続けていきます。このマーカーを飛ばして脇につけたマーカーも飛ばして反対側の模様編みのスタートするところ、ここまで長編みを続けます。ここが脇のところ、ここまで編んでいきます。ここからスタートして四角を2つで、また四角を2つで、ずっと編んできて、ここが脇のところで、次のマーカーのところ、ここまで来たらまたここと同じように長編みを5つ5つ編んでから四角を作っていきます。このマーカーを含めて長編みを5つ、まず1つ目、2つ目、と数えて長編みを9つ編んでいきます。マーカーを含めて長編みを9つ編んできました。また四角を2つ作ります。鎖を2つ、足元2つ飛ばして3つ目で、次も四角、1、2、3、次はこれを含めて長編みを5つにします。1本目、2本目、3本目はマーカーのところ、4本目、5本目で、これで5本で、また四角を2つ、1、2、1、2で、1、2、
これで四角が2つ。で、ここからはスタートしたところまで続けて編んでいきます。スタートしたところまで編んできました。また最初の長編みに引き抜きます。これで模様編みの1周目が終わりました。で、また今までと同じように長編みを編んで、このままこの四角の2つ手前まで1、2、ここまで編んでいきます。四角の2つ手前まで編んできました。次は鎖を4つ。1、2、3、4。この四角の隅に細編みを1つ。まず1つ。次は長編みの上に細編みを1つ。で、次の四角にまた細編みを1つ。今度はこの隅。これが花の中心になります。また鎖を4つ。1、2、3、4。で、この長編み5つの真ん中、ここに長編みを1つ。で、こんな感じの花になっていきます。次も花を作っていきます。こっちと同じように鎖を4つ。で、四角に細編み。次は長編みの上。で、次は四角の中。これで細編みが3つ。で、鎖を4つ。1、3、4。で、今度は2つ飛ばして3つ目。ここに長編みをします。ここ、ここ、ここ。3つ目に長編み。これで花が2つ。で、反対側まで長編みを続けます。反対側のまたこの四角の2つ手前、ここまで長編みを続けます。ここから編んで脇を通り越して四角の2つ手前まで編んでいきます。こっちが終わって反対側まで来たら、こちらでも同じように鎖を4つ。で、細編みを3つ。で、また鎖4つ。長編みの真ん中に長編みを1つ。で、また鎖を4つ。細編みを3つ。鎖を4つ。スタート地点まで戻っていきます。戻ってきたら、次はここまで長編みを編んでいきます。同じところまで編んでいきます。模様編みの3周目を編んでいます。今は下の長編みと同じところまで
長編みを編んでいます。次はこの細長い花びらに針を入れて長編みを2つ、まず1つ目、同じところに2つ目、これで長編みが2つ。次はここと同じように四角い花びらを作っていきます。鎖を2つで、次は細編み3つの真ん中、四角ができました。また四角を作ります。2つで、この花びらの中、長編みを2つ、これで花が出来上がりました。次はこの花と花の間の長編み、ここの上にも長編みを1つで、次はこの花の花びらの中、この細長い花びらに長編みを2つ、これで長編みが5つ、ここと同じようになりました。こっちも同じように花びらを作ります。鎖2つ、細編みの真ん中に長編み、でまた細長い花びら、まず鎖2つで細長い花びら、こんな感じになります。で次はこの長編みの上で、次も長編みを続けます。でこのまま編んで、こちらでも同じようにここまで編んだら花びらの中に長編みを2つ、鎖2つで四角を作って、細編みの真ん中に長編みを1つ、鎖2つ、長編み2つで、この部分は長編みが5つ、こっちでも花びらを作って、スタート地点まで来たら引き抜いて、で上の花を作っていきます。で上の花はこの花びらの5つ手前、1,2,3,4,5、ここまで長編みをしてきます。模様編みの4周目を編んでいます。今は下の花びらの5つ手前、ここまで来たら次の花を作っていきます。次の花の下の花びら、四角を2つ編んでいきます。ここと同じように編んでいくので、鎖を2つで、足元は2つ飛ばして3つ目、長編みをします。1、2、3、これで四角が1つで、もう1つ作ります。鎖を2つで、足元1、2、3、3つ目はこの四角の中に長編みをします。1、2、3、これで四角が2つで、長編みの次はもう一つ四角に長編み
次は長編みの上に長編み、でまた四角い花に長編みを2つ、これで長編みが5つ。次また花を作ります。四角を2つ作ります。鎖2つ、1、2、3、でまた四角、3つ目はこの四角の中に長編みをします。1でもう一つ長編みの上、でまた四角、これで長編みが5つ。でまた四角を2つ。この2つの花の上に花を3つ、また四角を作っていきます。鎖2つ、1、2、3、鎖2つで1、2、3、これで花の3つ分で長編みを続けていきます。こちら側でも同じように花を3つ編んでいきます。でぐるっと編んで、この四角の2つ手前まで1、2、3、ここまで長編みを続けます。模様編みの5周目を編んでいます。次はここと同じように細長い花びらを作ります。で今は四角い花びらの2つ手前まで長編みを編んでいます。で下の花と同じように鎖を4つ、4、細編みをします。こことこことここ、次は長編みの上、次は四角、次は鎖を4つ、1、2、3、4で足元2つ飛ばして3つ目、でまた次も同じように鎖を4つで細編み、で細編み、鎖を4つで1、2、3、でこんな感じで次も細長い花びらを作ります。反対側も同じように編んでいきます。ここも編んで一周したら引き抜いて、次はこの細長い花びらと同じところまで
長編みをします。ここまで長編みをします。模様編みの6周目を編んでいます。今は下と同じところまで長編みをしています。次はこの細長い三角に長編みを2つ、ここと同じように編んでいきます。で、次は鎖を2つで四角を作ります。で、また四角、花びらに次は長編みの上で、また次も同じように四角を2つ作って花を完成させます。で、反対側も同じように編んでいきます。で、くるっと編んだら最初のところまで戻ってきて、鎖2つで立ち上がってずっと長編みで1周します。長編みの上に長編みを編んで1周するんですが、この部分ではこの四角の中に針を入れて、で長編みを2つで、またここでは長編みの上に長編み、四角のところでは四角の中に長編みで1周します。模様編みの上に長編みで1周してきました。ちなみに今の段階で側面の長さは約24センチ。次はハンドルにマーカーをつけていきます。で、こんな感じで作っていきたいので、この花の真ん中にマーカーをつけました。こっちも同じ位置、反対側も同じ位置にマーカーをつけました。で、私の場合はこっちが24、マーカーを含めて24、こっちはマーカーを含めて23、そこを作った段階で奇数だったので、こっちも1つ合わなくなります。で、多い方を1つ減らし目を増やして最後同じ数になるようにします。同じ数にして縫い合わせます。で、ハンドルを作っていきます。マーカーをつけたところ、糸を出してしまって1回結んでおきます。同じところに針を入れて、ここから鎖を2つ、1、2、隣に未完成の長編み、未完成の長編みは途中までの長編み絡めて3本あるうちの2本から引き抜きます。これが未完成の長編み。鎖2つと未完成の長編みを一度に引き抜いて、これが減らし目になります。で、マーカーをつけておきます。次からは1つに1つの長編み。で、次も長編みで、このままマーカーの手前の手前まで、ここまで長編みを編んでいきます。マーカーの手前の手前まで編んできました。次は
こことここで未完成の長編み。マーカーのところにも未完成の長編み。これを一度に引き抜いて減らし目。で、次も減らし目。鎖を2つ。1、2、裏返します。鎖の根元ではなくて、その隣に未完成の長編み。ここにで、鎖2つと未完成の長編みを一度に引き抜きます。で、ここにマーカーをつけておきます。で、次からは一つに一つの長編みを編んでいきます。で、またマーカーの手前の手前まで長編みを続けます。マーカーの手前の手前まで編んできました。ここでも未完成の長編み。で、マーカーのところ。未完成の長編み2つを一度に引き抜きます。これで減らし目。次も減らし目をしていきます。また同じように鎖を2つ裏返します。鎖の根元ではなくてその隣、ここに未完成の長編み。これを一度に引き抜いて減らし目。マーカーをつけておきます。で、次からまた一つに一つの長編み。で、ここまで来たらまた未完成の長編みを2つを一つにして減らし目。で、また鎖2つ。で、これでしばらく減らし目をしながら編んでいきます。減らし目をしながら10段編んできました。残りは4つ。ここからは減らし目をしないでまっすぐ編んでいきます。鎖を2つ。1、2、裏返します。今までは減らし目をするので、鎖の根元の隣に長編みを編んできたんですが、今度は鎖の根元、ここに長編みをします。これが一つ目の長編みと数えていきます。次も一つに一つの長編みを編んでいきます。で、マーカーのところにもこれで長編みが4つ。次も鎖を2つ裏返します。で、また鎖の根元、で、次も次も4つ目はこの長編みの上、で、また鎖を2つと根元に長編みで、1つに1つの長編み、これを繰り返していきます。で、しばらく編んでいきます。反対側も同じように編んでいきます。ただこっちは1つこっちよりも少ないので、減らし目の回数を1回だけ減らして同じ数になるように編んでいきます。残りが4つになるように数を合わせます。で、両方編んでいきます。減らし目をしないところを3段編んできました。減らし目をしたところを含めると長さは
ちょっと伸ばした状態で約25センチ、反対側も同じように編んでいます。で、この長さはお好みにするんですが、今平らなところに置いている状態よりも使う時には長くなるので、それも含めて長さを決めます。で、片方は短めに切って、もう片方はとじ針で始末していくので、ちょっと長めに切ります。で、とじ針に通して、その前に糸を引き抜きます。で、こっちもこれを裏返して、こっちは1、2、3、4、こっちも1、2、3、4合わせていきます。で、こういう感じで編んでいこうと思います。で、今糸が出ているのはこの端、反対側の端。で、同じところにもう一回。で、同じところ。これで端がつながりました。で、次は隣。で、次また隣。で、4つ目。端まで来たら、もう一度同じところに針を入れます。で、今度はこっち向きに簡単に戻ろうと思います。で、こっち側に糸を出して、で、後で糸始末をします。この内側を細編みで編んでいきます。で、ここはまっすぐ、ここは減らし目をしていきます。この角になっているところは減らし目を3回、こっちも3回、で、こんな感じで編んでいきます。で、始めるのはこの側面が終わったところから長編み2つ戻ります。この長編みの上の方、長編みを上下に分けて上の方に針を入れます。で、なるべく目立たないところに針を入れて、糸を出して鎖を1つ、同じところに針を入れて細編みをします。これで細編みが1つで、マーカーをつけておきます。で、次は同じこの長編みの下の方、ここに減らし目をしたいので細編みの途中を編んでいきます。これで細編みの途中まで。次はこの長編みの上の方、
で3本になったら一度に引き抜いて、これで減らし目が1つ。次はこの長編みの下の方、こことここで減らし目。と次はここは糸が出ているので、ここではなくてここにも細編みの途中まで3本になったら一度に引き抜きます。これで減らし目が2つ。で次またこことここで減らし目。一度に引き抜いて減らし目。これで減らし目が3つ。こことこことここ。で次からは一つに一つ。この細編みは少しきつめに編んでいきます。こことここで減らし目を一つ。次はこことこの長編みの下の方、ここで減らし目。3つ目はこの長編みの上の方と下の方、ここで減らし目をするので、まずこの3つ戻ってここに減らし目。減らし目が1つ。次はこことこの長編みの下の方、で次はこの長編みの上の方とこの長編みの下の方、でこれで減らし目が3つ。でここからはこの長編みの上の方、で次はこの長編みの上の方と下の方、一つの長編みに細編みを2つ。でこれで1周編んでいきます。このスタートしたところまでぐるっと編んでいきます。細編みで1周してきました。最初の細編みとつなぎます。またとじ針でつないでいくので、ちょっと長めに糸を切って、で最後の細編みから糸を抜きます。これが1つ目の細編み。その隣に針を入れます。手前から向こうに針を入れて、これが最後の細編み。最後の細編みの上から針を入れます。で引き締めて大きさを揃えます。で裏でほどけないようにこんな感じにしようと思います。でまた
こっちも糸端を隠していきます。でこっちも編みくるめたら編みくるんでも大丈夫です。でここにも糸端があるので目立たないところで隠していきます。反対側も同じようにぐるっと細編みをしていきます。両方を細編みで一周してきました。これで出来上がりでも大丈夫です。今回私はもう一色プラスしてこんな感じで編んでいこうかと思います。でこの糸は細かったので3本一緒にして編んでいきます。でさっきはここからスタートしてここに少し厚みが出たので今度はここからスタートしていこうと思います。で角の少し手前糸を出して鎖一つ細編みこの糸は編みくるまずに置いておきます。ぐるっと編んでからちょっと引き締めて整えて隠していきたいのでこのまま置いていこうと思います。で次も細編みで次はこことこことこここの3つで減らし目をします。また細編みの途中1、2、3、4本になったら一度に引き抜きます。これで3つが1つになって減らし目。次からは1つに1つずつ。こんな感じでずっと編んでいてこの角の手前まで編んでいきます。反対側の角まで来ました。またこことこことここで減らし目1つ目2つ目3つ目一度に引き抜いて減らし目次からは1つずつこのスタートしたところまでここまで編んでいきます。一周してスタート地点まで編んできたらまたとじ針で始末するので長めに糸を切ってさっきと同じようにマーカーのついた隣1、2ここに針を入れてで最後の細編み上から針を入れます。でこれを引き締めて裏で固定して隠します。でこの茶色は茶色のところに隠していこうと思います。でこんな感じで糸始末して反対側も同じようにこの糸で編んでいきます。両方の縁編みが終わったら出来上がりです。こ
こんな感じに出来上がりました。大ぶりの穴がとても可愛く出来上がりました。で、そこを円形にしたのでたっぷりとした容量になっています。で、形も可愛い形になりました。縁編みの色もとても合っていると思います。で、サイズはこんな感じになりました。上から下までは56センチ、側面は29センチ、横幅は38センチ、ハンドル部分は43センチ、重さは330グラム。最後までご視聴ありがとうございました。